ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、タイムレスロックディスパーティー YouTube バージョン。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、私つるさんはですね、今回歌声分析をするタイムレス完全初見でございます。タイムレスの前身であるセクシーゾーンの時の楽曲もですね、僕は今まで触れたことがなかったので本当に完全初見なんですよね。で、タイムレス先日までタイプロっていうオーディションが行われていて、そこで新メンバーがですね5人決まったのかな。今ね、こちらに資料があるんで読みますけど、猪俣修斗さんと篠塚大輝さん、寺西拓人さん、橋本正樹さん、原義孝さんの5人がですね新メンバーとして参加したと。そしてオリジナルメンバーの菊池風磨さんと佐藤勝利さん、そして松島壮さんの計8人からなるアイドルグループタイムレスということでですね、今ものすごい話題ですよね。で、先日ですね、ロックディスパーティーのミュージックビデオが公開されましたので、今回は歌声分析をしてみようっていうことで撮影したわけですけれども、いや、ものすごいですね。まず一番びっくりしたのが、全員の歌の基礎レベルの高さ。ここがね、ものすごいんですよ。そして一人一人の個性がですね、ものすごく溢れた歌声でした。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、タイムレスロックディスパーティー YouTube バージョン歌声分析 GO！ じゃあ歌い出しからいきたいと思います。うわー、かっこいい。お、なるほどね。最初のね、メンバー全員での力強い掛け声の後に、次のね、楽器がギターのカッティングっていうテクニックを使った音なんですけど、この爽やかでね、歯切れのいいビート感がまたたまんないですよね。ここから先の歌がね、ものすごいかっこいいのが来るんじゃないかっていうイメージがこうどんどん溢れてくるような、そんな雰囲気が漂ってると思います。次いきますよ。かっこいい声ですね。今の声は松島さんの声かな。ぜひね、メンバーの名前だったり、違うよって思ったことはですね、コメントの方で皆さんからね、フォロー解説の方していただけると、すごくありがたいので、何かありましたらコメントでぜひ教えてください。すごく男らしくてイケメンボイスですよね。この声の作りはですね、声の太さだったり、かっこよさを表現する肺の中の響き、胸腔共鳴という声の成分と、そして声の音色をコントロールする鼻の中の響き、鼻腔共鳴。この2つが中心になったすごくかっこいい声です。胸でかっこよさを作り出して、鼻の中で色気をプラスしてる、そんな声の出し方かな。もう一回聞いてみましょう。で、全体的にうっすら息がこう漏れたようなハスキーな雰囲気がしてますよね。おそらく僕が聞いた感じ、持って生まれた声質なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、この音をですね、狙って出すテクニックもあるんですよ。それをね、ウィスパーボイスって言うんです。こう、ため息をつきながら歌うみたいな感じのテクニックなんですけど、そのウィスパーボイスにも似た雰囲気がすごくね、声の空気感をですね、作り出していて、素晴らしい魅力ですね。次いきますよ。笑顔が爽やかですね。で、声自体の力もですね、すごくいい意味で抜けていて、声が聞きやすい、歌詞も聞き取りやすいっていうところにつながってます。歌を歌う時って体の力って抜くことができればできるほどいい声が出ていくんですよね。なので本来持っている声の魅力が 100% 出てるポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。
もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。次いきますよ。うわ、いい声。最初の高音が素晴らしく綺麗でしたよね。この声は佐藤さんですかね。で、出だしの高いところの声はですね、地声と裏声の中間の声、ミックスボイスっていう声が使われています。相当これね、難しいテクニックなんですけど、声を出す感覚としては裏声に近いかな。そこに地声の成分である胸の響きを強くプラスすることによって、地声っぽい裏声みたいな感じのすごくコントロールの難しい声の出し方なんですけど、それを使ってますね。素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。すごくね、優しくて甘い声ですよね。で、このぐらい高い音域だとどうしてもね、体に力みが入りやすいんですよ。体に力を入れて歌いやすい音域っていうかね。にもかかわらず、普段こう話している時と同じぐらいリラックスしたいい声ですよね。すごい聞きやすい声です。次いきますよ。わ、いやーすごいですね、今のポイントは。全体的にスタッカートっていう音を切るテクニックを使って歌っているポイントなんですけど、このテクニックを使うことによってリズムの躍動感がですね、どんどんこう増幅してくるんですよね。しかもラッパー並みにですね、スタッカートを強く入れてるポイントなんですよ。ラッパーっていうのは言葉だけでね、かっこよさとかメッセージとかを伝えなきゃいけないので、そういう表現っていった部分はかなりこう強く入れる傾向にあるんですけど、なのでこのポイントはおそらくなんですけど、そういったラップの知識もですね、歌声に取り入れて歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。すごいね。わがままにぐらい音切ってますよね。いやー、これはね、すごいですよ。次いきますよ。わあ、ここでもまたいい声が来ました。もういい声が立て続けに来ますね。この声が新メンバーの寺西さんかな。すごく男らしいね、太い声ですよね。で、先ほども言ったと思うんですけど、このかっこいい男らしい声はですね、胸の響き、胸腔共鳴ですね。で、その胸で作られたかっこいい声の多くを鼻に入れてるんですよ。そうすることによってこうセクシーな雰囲気が出てくるというかね。もう一回聞いてみましょう。忘れたふりした夢。こんな感じかな、僕がやると。もうちょっと息の音がね、声に混ざってる雰囲気しましたけど、いや、素晴らしい声ですね。次いきますよ。なるほどね。音域が上がると一気に声がキラキラするんですね。このキラキラ成分は何かっていうと鼻の響きなんですよね。で、音域が上がると声の性質上どうしても胸の響きっていうのは薄くなります。胸の声の成分が少なくなるというか。で、その少なくなった分を鼻に入れて歌っているって感じかな。で、声質とは関係ないんですけど、声を鼻に入れて歌うようにすると高い音も楽に出せるようになってきます。さあ、今のキラキラした歌声の部分、もう一回聞いてみましょう。叶えたりしてみない。こんな感じかな。で、声を出す方向のイメージっていうものも歌には存在していて、前方向に飛ばすか、上方向に飛ばすか、後ろ方向に飛ばすか、このイメージを変えるだけで声の質感っていうのが大きく変わります。前方向だと強い声になりますし、後ろ方向だと柔らかい声になる。じゃあ今の寺西さんはどの方向に向かって声を出しているのかっていうと、上方向っていうイメージですね。自分の顔を分度器としてイメージしてもらった時に、0度が強い声で180度に向かうにつれてどんどん柔らかくなっていくみたいなイメージです。なので真上っていうことは90度の方向っていうことです。なので一番聞きやすいぐらいの声の質感かなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。
わ、かっこいいかっこいいかっこいいね。全員でラップを歌った後に一人で歌うシーンに移り変わるんですね。やっぱりこうね、全員で歌ったところの声の圧力、ここがまずすごいですよね。そっから一人ポンとこうね、前に出たような、こう主役的なね、登場シーンと言いますか。この声の雰囲気の切り替わり最高にかっこいいですよね。で、やっぱりラップっていうことで全体的に音を切るテクニック、スタッカートを使って、で、先ほど言った声を出すイメージもですね、前方向で強い声のアタック感を表現しているポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。原さんの声もすごくラップに合うワイルドな感じの声ですよね。で、どういう風に声を出してるのかっていうと、胸の響き、胸腔共鳴と、あとはもう一つ、言葉のクリアさだったり、大きさによって声量をコントロールする口の中、口腔共鳴。この二つがメインの歌声になってます。で、やや口の方が割合多いかなっていう感じなんですけど、口中心にすると声質がワイルドでキレのある感じに仕上がってくるんですけど、めちゃくちゃかっこいい声。次いきますよ。あ、いいね。声がガラガラした感じがね、すごくかっこよかったですよね。猪俣さんの声かな。で、ここの声はですね、シャウトボイスっていう声の一種かなっていうふうに思います。厳密なシャウトボイスっていうのは、ここにある仮声帯っていうところを使って、こういう感じの声なんですけど、このビリビリした感じの成分を少しだけ声に混ぜてる、そんな使い方をしてると思います。もう一回聞いてみましょう。なんかうっすらこうビリビリしてるような感じありますよね。おそらくなんですけど、これはそのさっき言ったシャウトボイスの一種のテクニックなんじゃないかなっていうふうに思います。で、声をですね、こう胸にぶつけるような感じで出して、その声を鼻に入れるみたいな、すごくいい意味で特殊な声の出し方をしていてね、かっこいいですよね。つなぐてみたいな、こんな感じかな。僕はそんなにね、うまくできないですけど、すごくレアな声質だと思います。次いきますよ。いやー、さすがですね。菊池さんのこのね、リズム感素晴らしいですね。菊池さんはいつもね、バラエティ番組とかでお見かけすることが多いので、知ってるんですけど、こういう音楽的な部分を見るのは今回が実は初めてで、どのような歌を歌うのか非常に気になっていたんですけど、ものすごいリズム感ですね。ラップめちゃくちゃうまい。もう一回聞いてみましょう。えぐいね。やばいですね。全体的に使っているスタッカートと、あとはですね、子音の発音の仕方がすごくうまくて、歌でいうところの子音っていうのは強く出すとアクセントって言われる強い音に変わります。で、強い音が生まれて、そうなると今度弱い音っていうのも生まれてきて全体的な躍動感につながっていくっていう流れになるんですけど、この強い音と弱い音のですね、使い方が菊池さんはですね、ものすごくうまいです。次いきますよ。ほらほら。やばいですよね。もう自然に体が動いちゃいそうな、そんな躍動感が生まれてるラップだと思うんですよ、僕は。もう一回聞いてみましょう。かっこいいかっこいい。超かっこいいですね。で、次からがサビかな。さっきね、ちらっと流れた感じ。雰囲気がめちゃくちゃ爽やかな感じなのかな。行ってみましょう。わっ、いや、めちゃくちゃかっこいいですね。やっぱり雰囲気的にはすごく爽やかな感じなんですけど、ここで注目ポイントとして、リズム的な部分ですよね。先ほどから何度も言っているスタッカートと、あとは子音の強い発音のポイント。この2つがですね、メンバー全員同じ位置で音を切ったり、強い子音のアクセントを入れたりしてるんですよ。いや、これね、多分相当練習してると思いますよ。じゃなかったらこんなね、揃って歌えないです。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。
もう一糸乱れずって感じですよね。いやーもうね、努力の背景が見えてくる歌を聴くとですね、僕はものすごく感動してしまいます。次いきますよ。素晴らしいね。で、ワンポイントワンポイントとかだったら先ほど言ったリズムの位置を揃えるって、まあ難しいんですけど、頑張ればなんとかなるなっていうレベルなんですよ。ただ、今回タイムレスのこのサビの部分、おそらくこの流れだとサビ全部これが使われていますよね。いやー、これはね、やばいですよ。多分ね、個人練習ではどうにもならないところの話だと思うので、やっぱりね、相当練習してますね、これは。もう一回聞いてみましょう。すごい。素晴らしすぎますね。そしてね、海ではしゃいでるタイムレスのメンバーがめちゃくちゃ爽やか。次いきますよ。わ、高い。今の出だしめちゃくちゃ音域高かったですね。で、声の雰囲気を聞いてる感じ、ここはですね、多分全員先ほど言ったミックスボイスっていう声を使ってるんですよ。で、ミックスボイスのデメリットとしては、コントロールがすごく難しいので、喉に力が入りやすいんですよね。喉声になりやすいというか。まあ、喉声が 100% ダメって言ってるわけではないんですけど、ただ喉が疲れやすい声の出し方になりやすいんですけど、今の声を聞いた感じですね、喉に力入ってないんですよ。じゃあどこに力を入れて声を支えてるかっていうと、歌の基本は腹筋と背筋で声を支えます。背筋っていうか腰の筋肉か。腹筋と背筋で体の中心に向かってこう力を入れていくみたいな感じの体の使い方なんですけど、これがですね、しっかりできている歌声ですよね。しかもメンバー全員ですよ。基礎練とかもものすごい量やってますね、これは。もう一回聞いてみましょう。そうだね。やっぱ基礎レベルがね、めちゃくちゃ高いんですよ。歌の基礎がしっかりと安定していると歌声って非常に聞きやすくなってくるんですよね。タイムレスのメンバーはですね、そこのレベルがものすごく高いです。次いきますよ。爽やかですね、最後ね。なんかね、朝聴きたくなる感じの雰囲気ありますよね。爽やかさが素晴らしすぎて。もう寝起きの目覚ましとかね、この曲がいいんじゃないかなっていうふうに僕思っちゃいました。もう一回聴いてみましょう。ほらほら、すごく爽やか。もうこれがね、癖になりますね。何度も何度も聴きたくなる魅力あると思います。次いきますよ。かっこいいかっこいい。おい、今ソロで歌ったのは橋本さんかな。すごくね、声の音色が綺麗ですよね。鼻中心の歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。で、口の奥もしっかり開いてるので、声の響きの広がり感もですね、しっかりと感じれる歌声なんですよね。ななな this party みたいな、こんな感じの声の出し方かなっていうふうに思うんですけど、すごくいい声の出し方ですね。そしてその前のですね、全員で歌ってる、おー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 ってフレーズあるじゃないですか。これね、めちゃくちゃ音が取りづらいフレーズだと思いますよ。ここもね、相当練習しないと多分ね、僕だったら歌えないかな。次いきますよ。ほら。いいね。で、今の篠塚さんかなの声の出し方なんですけど、後ろに弾くイメージとですね、前に出すイメージ、2つを使っている感じの歌声ですね。もともと生まれ持ったものなのか、コントロールして出しているのかはわかんないんですけど、すごく特殊ないい声の出し方かなっていうふうに思います。全体的にはこう空気感が感じれて柔らかい雰囲気もあるんだけど、しっかりと声の芯があるっていう素晴らしい歌声。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。いや、この声いいな。僕はね、すごい声だなっていうふうに思いました。次いきますよ。
いいね。このね、3人がそれぞれ自分の色を出しているガダロッティスパーティー。このワンフレーズ素晴らしいですね。で、締めが佐藤さんなんですね。やっぱさすがですよね。安定感のある声。もう一回佐藤さんのパート聞いてみましょう。いいね。声がね、こうスッと耳に入ってくるような心地よさありますよね。素晴らしいです。次いきますよ。で、先ほどラップの時に説明したリズム感の良さがメロディーの時にも生きてますよね。菊池さんの歌声。やっぱりリズム感が強いんですね。菊池さんの歌はね。もう一回聞いてみましょう。で、声の出し方はですね、鼻中心かな。声のツヤ感がすごく強い歌声というか。で、しっかりと前方向に声を出しているので、強いような雰囲気も感じれる素晴らしい歌声ですね。次いきますよ。C メロ。わあ、すごいね。お腹の底から声が出ているようなパワー感。やばいですね、この声は。で、ここですごいのがですね、先ほど高い声になってくると胸の響きが少なくなって鼻の響きが多くなるって話をしたじゃないですか。でも今のこの高音部分はですね、胸の響きがものすごく多いんですよね。で、そうなるとどういう風なことになるかっていうと、体に力が入りやすくなってくるんですけど、その体の力みも声からは力み感が全然聞こえてこないし、すごい声の出し方ですよ、これ。もう一回聞いてみましょう。すごい声だ。これ実際生で聞いたら相当大きい声量で歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。このウォーいいですね。すごく楽しそうな雰囲気が伝わってきて。次いきますよ。わ、強い声。わ、なるほどね。菊池さんなんだ。この力強い声。いや、さっき鼻の響きが中心って言ったじゃないですか。で、今回はですね、口の中の響きと胸の響き、こっちが中心になってるんですよね。どっちかっていうと、ラップの時の声の出し方に近い状態で歌ってます。菊池さんは柔らかく歌う時は鼻中心にして、力強い時は口と胸を中心っていう風に、声の響きを使い分けるタイプのボーカリストなのかもしれないですね。もう一回聞いてみましょ素晴らしいですね。で、今一つ気になったんですけど、今、ロングトーン、音を長く伸ばしてるところの途中で僕今止めてしまったんですけど、これなんか、相当長い時間声伸ばしてるんじゃないかなって今思っちゃって、大きい声っていうのは基本普通に歌ってる時に比べて息をいっぱい使うので、長いフレーズを歌うのは相当きつくなってくるはずなんですけど、これね、まだまだ伸びそうな雰囲気があるので、ロングトーン手前からもう一回聞いてみましょうか。ほらほらほら、長っ。めちゃくちゃ長いロングトーンですね。で、最後まで声のパワー感が衰えることなく歌い切っている菊池さんの歌の実力、やばいですね。次いきますよ。なるほどね。こうやってオクターブ下に下がるんですね。オクターブっていうのは、ドレミファソラシドって音階あるじゃないですか。でも上のドと下のドって同じドっていう呼び方をするじゃないですか。この音幅関係をオクターブって言います。で、ここで言うオクターブってどういうことなのかっていうと、通常のサビで歌っているメロディーの音の高さよりも同じ音で低いところで歌ってるこの音関係のことをオクターブって言うんですよね。なので静かになってそこの雰囲気に合うようにオクターブ音を下げたサビのメロディーがやってくるっていうことですね。もう一回聞いてみましょう。
ここね、バックの夕日の雰囲気とですね、曲と歌の雰囲気がバッチリ合ってて素晴らしいですね。次いきますよ。おおおお、ここ好きだな今ちゃんと喋れてました。僕ここ好きだなって言ったんですけど、僕ね、もともとコーラスグループでプロ活動をしていた時期があって、こういうねハーモニーはすごくね好きなんですよね。こうどんどん音が重なっていって、最後は大きなハーモニーになるっていう素敵なポイント、もう一回聞いてみましょう。すごく素敵なポイントですね。そしてハーモニーがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。4パートに分かれた4声コーラスっていうハモり方だと思うんですけど、すごくおしゃれで素敵な響きでした。次いきますよ。わいやー、ここのねテンションの上がり具合がまた最高にかっこいいですね。びっくりした今。いや、松島さんってこんな力強い声も出せるんですね。いや、めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。今の松島さんの声がですね、シャウトボイスです。さっきも説明したかもしれないんですけど、ここにある仮声帯っていうところを使ってビリビリって音を出しながら歌う、こういったテクニックなんですけど、咳払いをした時にですね、誰でも仮声帯を動かすことができてこのビリビリって音ですね、リュース巻いて今飛び出せみたいな、こんな感じの声の使い方のポイントでしたね。じゃあ次ラッサビかな、行ってみましょう。いいなぁかっこいいかっこいい。で、歌詞にね、タイムレスっていう言葉が入ってくるところがエモいですよね。そしてこれはどこで撮影したんだろう。ものすごく景色がいいですね。その美しい景色にね、すごく似合うタイムレスメンバー、最高です。もう一回聞いてみましょう。すごく楽しそうなね、笑顔がね、またね、素晴らしいですよね。こっちも笑顔にさせてくれるというか。次いきますよ。たまらないね。もうなんかね、ずっと聞いてたい。なのでね、最後のサビは、この前のサビのね、倍の長さで聞いちゃってるわけですけど、やっぱりね、何度も聞きたくなるっていう魅力ありますよね。じゃあ次いきますよ。いいね。もう初見で見るとですね、誰が新メンバーなのかっていうのがわからないぐらいみんな一体感があるなっていうふうに思います。これ素晴らしいですよね。次いきますよ。サンダルをね、受話器にしたわけですね。こういうお茶目なところもあるんですね。すごく親近感が湧きますよね。こういうシーンが出てくると。次いきますよ。なるほどね。最後はこう、ロックギタリストですね。ここは何かそういうポイントなのかな。何か一人一芸みたいなね。みんななんか面白いことやってたかなっていうふうに思うんですけど。じゃあ最後ワンフレーズ聞いていきましょう。かっこいいですね。終わり方もこうスパッと終わってね。いやー、最高でしたね。以上、タイムレスロックディスパーティー YouTube バージョン歌声分析はここで終了です。いやー、ものすごく爽やかでしたね。そしてね、もう歌声が全員素晴らしすぎました。すごくレアな歌い方だったり、メンバー全員ものすごい安定した基礎力とそれぞれの声が持ってる溢れた個性、これらがね素晴らしいグループ、それがタイムレスなのではないでしょうか。いやー、これは先が気になりますね。また新しい楽曲のミュージックビデオが公開されたら歌声分析動画僕もね公開していこうと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの
鶴さんでした。